こんにちは、月島です。今回は動画や写真撮影に使える LED スティックライトをヤオーライト社より提供していただきましたので、使い方や様々な機能をレビューしていきたいと思います。目次です。開封と内容物の確認、本体各部の確認と主な仕様、ライトを点灯して本体で操作してみる、スマホアプリで操作してみる、最後にまとめです。スティックライト本体、USB ケーブル、三脚、収納用ケース、取扱説明書です。このスティックライトは 10W です。2500ケルビンから9900ケルビンまでの範囲で光を調節できます。また、フルカラー RGB ですので、多くのカラーバリエーションを作り出すことが可能です。そしてスマホアプリも用意されていて、アプリを使用してコントロールすることでよりスムーズにスティックライトの操作ができます。また24種類の光効果シーンを搭載しています。スティックライトは蛍光灯のように丸くカーブしています。中の LED は見えません。本体全体の長さは34センチ、ライト部分の長さは約30センチです。直径は約 3.8 センチです。本体の背面には電源スイッチや点灯の仕方などをコントロールすることができる4つのボタンと、現在のステータスを確認できる OLED ディスプレイがあります。ディスプレイはとても鮮やかで見やすいです。本体背面の上下にはマグネットが装備されています。そのためスチールラックなどにスティックライトを貼り付けて設置することが可能です。本体充電用の USB-C 端子です。このスティックライトは 5200mAh のバッテリーを内蔵しています。約 3.5 時間で充電が完了し、最大出力で約2時間使用することができます。このスティックライトにはカメラスタンドに固定できるようにネジ穴が本体上下にあります。そしてこのスティックライトにはミニ三脚が付属します。端の長さは約 6.5 センチのものですが、机の上に設置したりするときなどはこの三脚で十分だと思います。開封するときにスティックライトが入っていたものが専用ケースです。適度な厚みもあり、スティックライト付属の三脚をセットしたまま収納することができます。保管時にとても助かります。電源ボタンを長押しするとスティックライトが点灯します。電源を入れるとライト背面のディスプレイも点灯して、現在のモード、色、明るさが表示されます。電源マークと M と表示されているボタンを押すとモードが順番に切り替わります。モードは CCT、HSI、EFF の3つがあります。CCT モードは色温度を変えるモードです。2500ケルビンから9900ケルビンまで変化させられます。S ボタンを押して色温度にカーソルを合わせて、プラスマイナスのボタンを押すと変更できます。数値は100単位で変わります。色温度の下は光量です。カーソルを合わせてプラスマイナスのボタンを押すと光量を変更できます。
HSI モードは360度 RGB モードのことです。H にカーソルを合わせてプラスマイナスのボタンを押すと好みのカラーを選ぶことができます。次に S にカーソルを合わせてプラスマイナスのボタンを押すとサイドを変更できます。そして光量も変更することができます。EFF モードはエフェクトモードです。プリセットされている24種類の光り方を選択することができます。スティックライト本体のディスプレイには選択されているプリセットの名前が表示されます。本体のボタンを使用すると以上のような感じの操作方法になります。このスティックライトにはスマホアプリが用意されています。Bluetooth で接続されます。アプリを使うことによって本体のボタンを操作するよりも簡単にスティックライトの操作が可能です。アプリでスティックライトを操作するには、まずスティックライトのディスプレイを確認します。ディスプレイ上部の青い部分にとても小さいですが、よく見るとモードに F100 と表示されています。これはモードとグループとチャンネルを表しています。そのためアプリを開いてモード2のチャンネル100、F の欄をオンにします。そうするとアプリでこのスティックライトを操作することができるようになります。また、ペアリングに関してスマホの設定などを開いた一般的な操作は不要です。アプリを立ち上げてスティックライト本体とチャンネルを合わせればすぐにアプリ操作ができるようです。そしてチャンネルの変更はスティックライトの電源が入った状態で S ボタンを長押しして設定画面に入り行うことができます。このスティックライトの初期設定はモードに F100 になっているようです。例えば2本ある場合、同時に同じ操作をしたい場合は同じチャンネル、別々に操作したい場合は1本は E、もう1本は F などにして違うチャンネルに合わせる必要があります。そしてモード1でスティックライトをコントロールするためにはチャンネルの設定画面に S ボタンを長押しして入り、モード1を選択します。スティックライト本体のモード1を選択した後、アプリのモード1のページを選び、サーチをタップするとスティックライトを認識してくれます。その後の操作方法はアプリの画面下でモードを選択すること以外、モード2とほぼ同様です。このチャンネル操作の説明が説明書ではワイヤレス設置という項目にあるのですが、少し分かりづらかったです。アプリの CCT をタップすると CCT モードを操作できる画面になります。この画面に表示されたバーをタッチすることで簡単に色温度や明るさを操作可能です。ライト本体のディスプレイも連動して動いています。パワーは光量です。そしてバーの下にある5つのボタンはあらかじめ用意されているプリセットです。ここをタップして色を選択しても良いと思います。HSI をタップすると HSI モードの画面になります。スティックライトのカラーを操作することができます。この画面では本体のボタンを操作するよりもより直感的に色を選ぶことができます。また、アプリ右上にあるボタンをタップするとプリセットを選択することが可能です。ここで好みの色を選ぶこともできます。EFF のボタンをタップすると FX モードになります。ここに24種類のプリセットが並んでいますので、タップすることで簡単に選択することができます。
アプリでの操作は以上になります。まとめとしてこのスティックライトで私が良いと思う点と気になる点を挙げてみました。1つ目はスティックタイプなことです。適度なサイズと重さなので設置場所に困ることがあまりないと思いますし、撮影の邪魔にもなりにくいと思います。2つ目はバッテリータイプなことです。充電しておけばアダプターも必要ありませんし、撮影中にケーブルが邪魔になることもありません。3つ目はアプリが用意されていることです。やはり本体ボタンで操作するよりもアプリで直感的にコントロールした方が楽です。以上の3つが現時点で良いと思う点です。次は気になる点もいくつかありますので挙げてみました。1つ目は使用時間と充電時間です。5200mAh のバッテリーを搭載しているとのことですので、150分以上使えると安心できると思いました。またフル充電には約 3.5 時間かかるようです。もう少し早く充電が完了すると良いなと思いました。2つ目は本体ボタンの操作が鈍いことです。ボタンを押しても反応しない時があります。また電源を入れる時も結構長く電源ボタンを押し続ける必要があり、操作に違和感を感じてしまいます。3つ目はアプリの使い勝手です。ペアリングをしてスマホで操作するためにスティックライトとアプリのチャンネルを合わせることが分かりづらかったです。ただチャンネルの仕組みを理解してしまえば設定に困ることはないと思います。スティックライトのカラーや明るさなどの操作はアプリでサクサク設定できます。アプリは今後のアップデートでより使いやすくなることに期待したいと思います。以上が私が現時点で良かったと思う点と気になる点です。ただスマホアプリを含めた使い方を理解してしまえば総合的に見て私はとても良いスティックライトの商品だと思いました。それでは最後までご視聴ありがとうございました。